ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONESスターゲイズ。こちらを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回はですね、SixTONESの公式 YouTube チャンネルにて2025年9月10日にリリースされる16枚目のシングルスターゲイズのですねオーディオが公開されていまして、こちらをね歌声分析してみたいなっていうふうに思って今回カメラを回しております。そして今回歌声分析をするスターゲイズなんですけど、ラッドウィンプスの野田さん作曲の楽曲、そして日本テレビ系の高校生クイズ2025、こちらの応援ソングらしいんですよね。ものすごい豪華な楽曲ということでですね、今回楽しみにして歌声分析をしてみたところ、いやものすごい魅力満載でした。一人一人の歌声の表現力だったり歌声が素晴らしいのはもちろんなんですけど、僕が今回一番感動したのは SixTONES のグループでの表現、こちらがですねものすごく光っていたなというふうに思います。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてつるさんのボーカルルームで今までに公開した SixTONES の歌声分析動画をまとめた再生リストというものがございます。今回のスターゲイズの歌声分析動画を見てみて、他の SixTONES の歌声分析動画を見てみたいっていうふうに思ってくださった方、概要欄に先ほど言った再生リストの URL を載せておきますので、ぜひそちらをクリックして他の動画もチェックしていただけたらなというふうに思います。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONES スターゲイズ歌声分析 GO!うわうわいやー素晴らしいですね。ここはおそらく上の高い音が京本さんで低い音がジェシーさんなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、オクターブでのユニゾンって言われる、オクターブっていうのはドレミファソラシドの下のドと上のドの音関係、これをオクターブって言って、ユニゾンっていうのは同じメロディーを2人以上の歌い手で歌うことをユニゾンって言います。高い音と低い音っていう風に厳密には違う音を歌ってはいるんですけど、ピアノでメロディーを弾いた時には同じ音の音階になる。これもですねユニゾンなんですよね。でオクターブでのユニゾンのフレーズはですね、すごくこう透き通ったようなね、キラキラしたような雰囲気が出ていて、まさにねタイトルのスターゲイズ、星を見つめるっていう雰囲気をねすごく感じれるような雰囲気が出てるんじゃないでしょうか。そしてずっとユニゾンでいくのかなと思ったら、後半急にハモリになってましたよね。この音の動きがねすごすぎますね。もう一回聞いてみましょう。ほらこれ多分ジェシーさんの低いパートがメインメロディーで、京本さんの高い方がですねハモリなんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど、こういう予想外の動き、SixTONESらしいですよね。そして声の出し方についての説明なんですけど、ジェシーさんはですね胸の響き、胸腔共鳴、こちらをメインで使ってますね。胸腔共鳴っていうのは声の太さだったり、男性だったら男らしい声の雰囲気を作るようなポイントです。そして京本さんがですね鼻の鼻腔共鳴って言われるポイントをメインで使っていて、鼻はですね声の音色を整えたり、あと声質とは関係ないんですけど、鼻に声を入れるイメージで歌を歌うと高い声が出しやすかったりします。いや出だしからメインボーカルの2人の歌声が聞けるってね嬉しいですね。次いきますよ。確かにこの命との引き換えになりそうな
すごくね、リズムの感じが最後のあたりめちゃくちゃかっこよかったですね。で、今のポイントは、高い音は引き続き京本さんが歌っていて、低い音は松村さんが歌ってんのかな？なんか声の雰囲気が変わりましたよね。で、松村さんはですね、胸の響きも使ってるんですけど、それと同じぐらい口の中の響き、口腔共鳴。この声の響きも混ぜて歌っていると思います。口の響きをプラスすると言葉がクリアに聞こえてきたりするんですよね。もう一回聞いてみましょう。ここのね、最後のとこのリズムの溜めた感じがすごいかっこいいですよね。ちょっとリズムがずれたんじゃないかっていう風に思ってしまうぐらいリズムをこうね、後ろに溜めてる感じで歌ってるんですよね。しかも、すごいのが、松村さんと京本さんが2人とも同じタイミングで同じぐらいリズムを溜めて歌ってるんですよ。このチームワークやばいですよね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。何もない俺だと思っていたら何するにも続きやしなかったその俺がバチバチギチギチガチガチメロラップですね。ここは低いところが田中さんで高いところがコーチさんかな。もしね間違っていたらストタンの皆さんコメントでまたフォロー解説の方よろしくお願いしますね。ストーンズの歌声分析の時はストタンの皆様が頼りなのでよろしくお願いします。で、ここはですね、田中さんの男らしいかっこいい歌声とコーチさんの少年のような声質がですね、こううまく絡み合っていて、明るい雰囲気なんだけどめちゃくちゃかっこいいみたいな空気感が漂ってる素晴らしいポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。かっこいい。やっぱメロラップっていうことで先ほど言った雰囲気も素晴らしいんですけど、それと同じぐらいこの疾走感がねめちゃくちゃかっこいいですよね。いやー最高ですね。次いきますよ。ここで低音が森本さんに変わったのかな。なんか低音パートの声の雰囲気が若干こうね柔らかくなったような雰囲気がして間違ってたらごめんなさい。で今のフレーズなんですけど子音を強く歌うポイント、これ音楽上ではアクセントって言うんですけど、このアクセントの位置がですねぴったり揃ってるんですよね。同じタイミングで2人とも同じぐらい強い子音を発音してるっていうか、いやーここもすごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。K とか T とかが特に分かりやすかったかな。って言ってもねすごく細かい話なので2回目聞いてもよく分からないよっていう方多いと思うんですけど、ぜひねスターゲイズ聞くときに今のポイント家行と他行この辺注目して聞いてみると分かりやすいかもしれないので、ぜひねストタンの皆さん聞いてみてください。いやーやっぱりね細かいところまで作り込んでますよねストーンズは。次いきますよ。かっこいい。超ロックめちゃくちゃロックですよね。すごく幻想的な雰囲気で進んできたので一曲通してすごくこう柔らかい優しい温かさを感じるような楽曲なのかなと思ったら、こういった激しい部分もあるんですね。今のところは京本さんがソロで歌ってますよね。で声に全体的に音質処理がされています。音質加工って言った方が分かりやすいかな。ラジオボイスみたいな感じな加工がされていたと思うんですけど、これ専門用語ではディストーションっていう音質加工です。今ラジオボイスみたいな感じに聞こえたんですけど、もうちょっと多くディストーションを使うとビリビリしたようなニュアンスが出てきます。これを音楽用語では歪みって言うんですけど、それを音質加工じゃなくて自分の喉で作り上げたのがシャウトボイスなんですけど、ここのね仮声帯っていうところを使って出したこうあーってこういう感じの声、
なんですけど、ここではあえて音質加工の方のビリビリ感を使って激しさを表現してるっていうポイントですよね。で、京本さんのね、裏声にひっくり返したような声、僕ね、めちゃくちゃ好きなんですよね。ここいっぱい聞けて嬉しかったです。もう一回聞いてみましょう。いいね。立ててとか、この声がね、僕大好きなんですよ。で、途中、一箇所だけ、京本さんシャウトボイス使ってましたね。音質加工でもビリビリ感を出して、自分の喉でもビリビリ感を出して、めちゃくちゃ激しくてかっこいい。いやー、最高だ。次行きますよ。いいね。かっこいい。ここジェシーさんですよね。で、ジェシーさんはですね、ここのポイント、口の中の口腔共鳴をメインで歌っていると思います。すごく声がはっきりしてますよね。で、喉の奥をですね、ちょっとこう、潰したような感じの体の使い方で声を出してるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。そうすると、みたいな、こういったニュアンスが声に乗るんですよね。すごくこう個性的というか、特徴的な声というか、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ちょっとこう潰れたようなニュアンスを感じれるかっこいい声っていうかね。いや、さすがジェシーさんですよね。いろんな表現を持ってます。素晴らしい。次いきますよ。うわっ、ここがサビかな。転調するんですね。転調っていうのはちょっとまた難しい話になるんですけど、曲っていうのはメインで使える音階っていうものがあります。有名な音階だとドレミファソラシド、これですね。日本名だと波長調、英語だと C メジャースケールっていう音階なんですけど、先ほど言った波長調の曲だと、その曲はメインで使ってる音階はドレミファソラシド、この音ですよっていう表記なんですよ。そのメインで使ってる音階が変わる、これが転調です。今サビ手前まで一つの音階で、サビになったら違う音階に変化してるんですよね。で、音階が変化するとどういったことが起きるかっていうと、雰囲気がですね、ガラッと変わります。今回のスターゲイズだったらサビのきらびやかさがさらに増したとか、盛り上がり感がすごくアップしたとか、こういった感じになってると思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。それで今ね、あえて転調する前の部分をちょっとだけ流してからサビ流してみたんですけど、雰囲気がガラッと変わってますよね。これがね、転調のかっこいいところなんですよね。そしてバックで高音でイエーって言ってるこの声、かっこいいですね。ジェシーさんかな。それとやっぱりすごいなって思ったのが、ストーンズの全員で歌った時の声の混ざり感ね。一人で歌ってるって最初ね、思っちゃいましたもん。それぐらい声が溶けて混ざってますよね。素晴らしい。次いきますよ。すごく爽やかなんですけど、でもこう神秘的な雰囲気っていうか幻想的な雰囲気もありますよね。いやー、すごく神々しいですね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい曲だ、スターゲイズ。なんかよく聞いてみると、この曲の爽やかさ、ラッドウィンプスっぽいなってね、ちょっと思いました。野田さんのやっぱり性格が出てんのかな。すごいいい曲ですよね。次行きますよ。いいね。あ、なるほど。ここは一人一人歌いつないでいくストーンズのめちゃくちゃかっこいいポイントなんですね。一曲一箇所はこういうポイントありますよね、ストーンズの楽曲。松村さんから森本さんのつながりだったかな。次は誰が来るんだろう。いきますよ。
コーチさんから田中さんかな。なんかこうワンフレーズずつ聞いていくと、やっぱりメンバー一人一人の個性がいい意味でバラバラで素晴らしいですよね。フレーズが切り替わるごとにこうドラマのシーンが切り替わっていくみたいな雰囲気を僕は感じます。こうなってくるとね、ジェシーさんと京本さんの歌の雰囲気もね、すごく楽しみですよね。いきますよ。いいね。優しい、二人とも優しい雰囲気でしたね。いや、本当にこのワンフレーズずつメンバー一人ずつこう歌いつないでいくところに、それぞれのストーリーが存在するんじゃないかっていうぐらい、様々な声での表現でしたよね。こういうことをしてくれるからね、SixTONESの歌ってものすごくね、魅力が溢れているんですよね。ただ声がいいだけじゃない。いろんな表現もしてくれる。最高ですよね。次いきますよ。自分なんかに期待するほど気楽なやつじゃねえ。だけど誰より信じるお前らが俺にかけてくれ。今のパート、松村さんとコーチさんだと思うんですけど、オクターブのユニゾンにもかかわらず、声の混ざり具合素晴らしすぎません？いや、ここね、感動して今ちょっと鳥肌がやばいんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。すごいね。で、松村さんが低い音で大人な雰囲気を表現していて、コーチさんが少年のようないい意味で子供っぽい雰囲気を表現してるじゃないですか。この2人の表現方法全く違うようなんですけど、重なることによって素晴らしい世界観を表現していますよね。なんか過去と未来みたいな、なんかそんな感じの雰囲気をね、僕は感じるんですけど、ストタンの皆さんはどういう風に感じましたか？素晴らしすぎますよね。次いきますよ。やっぱりね、二回し目の最後はハモリに回るんですね。最後までユニゾンではいかないよっていうね、ちょっとこう、ストタンの皆様を驚かせるみたいな、そんな狙いもあるのかな？もう一回聞いてみましょう。やっぱこうハモってるところで一気にこう歌声が広がってるようなね、雰囲気、素晴らしいですよね。で、僕って結構こう曲を聴いていて、この先こういう展開になるんだろうなっていう風に予想しながら聴く癖がついてるんですよ。だからこういう風にユニゾンで A メロ全部行くんだろうなっていう風に思っているタイミングでですね、予想をいい意味で裏切ってくれるハモリ。こういうポイントが出てくるとすっごいテンション上がるんですよ、僕。すごく嬉しい。次行きますよ。あ、いいね。いい。京本さんのメロラップですね。すごく切ない雰囲気を感じる歌声。僕、京本さんの声でこの表現は初めて聞いたかな。すごくグッとくる歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。なんか今聞いて僕の推測なんですけど、口をあまり開かずで顔の表情筋もあまり動かさないで歌ったのかなっていうふうに思います。無表情で歌ったっていうかね、無表情で歌うことによって悲しいような声になるんですよね。顔の表情っていうのはそのまま声に感情が乗っていったりするので、おそらくそうやって歌ったんじゃないかな。あと今僕の好きな裏声にひっくり返すテクニックがいっぱい入ってましたね。君と叫んでみたいな。これね、僕大好きなんですよ。次いきますよ。いいね。いい。京本さんが悲しそうな表現であったのに対して、今の森本さんはちょっとこう
にって微笑みながら歌ってるような声の明るさだったり温かさ、こういった雰囲気を感じました。希望の光みたいなね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。素晴らしい。いやもう本当にこうどんどんストーリーが進んでいくっていう風な流れが出来上がってますよね。2番とか特に松村さん、高知さんペアからこうストーリーを作り上げていって、で京本さんの悲しい表現、そして森本さんの今の優しくて温かさのある表現。やっぱりね、ただ歌が上手いだけじゃないんですよ、ストーンズは。こういうね、深いところまで歌を知っていて、それを自分たちの気持ちとしてストタンに届ける。もうほんとプロ中のプロですよね。最高です。次いきますよ。わっ、来たね。ジェシーさんの力強い歌。で、ジェシーさんのポイントもですね、先ほど言ったディストーションが使われていますよね。で、使われているんですけど、ここでジェシーさんは胸の響きと口の響き、胸腔共鳴と口腔共鳴ですよね。この2つをメインにしてパワー感のある声を表現してるんですよね。あと全体的に子音を強く発音してるかな。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。やっぱりね。もうリズムのアクセントの付け方も完璧なので、リズム的なかっこよさと声質的なかっこよさ、二つのかっこよさが融合したような歌声なんですよ。そりゃかっこいいよね。でもこれを歌で表現できるようになるには相当練習したり、音楽全体的な知識を習得しないとこの歌は歌えないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。特にリズムってボイストレーニングだけでは習得できる知識だったり技術ではないので、だから幅広い意味で音楽をジェシーさんめちゃくちゃ勉強してるんだと思います。次いきますよ。今は田中さんにパートチェンジしたかな。田中さんもディストーションの加工がされていて、さらに自分でもシャウトで歌ってますよね。で、胸の響き、胸腔共鳴、こちらをメインで歌っているんですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいな。こう男らしいゴリゴリ系の歌声を持つ2人がね、歌いつないでいくポイントめちゃくちゃかっこいいですよね。で、1番もここのポイントはそうだったんですけど、リズムパターンがですね、ハーフテンポって言って、タンタンタンで来てたテンポがタンタンっていう風に半分のスピードになってるんですよね。で、テンポが半分になってるから歌声をね、たっぷり聞けるんですよ。だからね、このかっこいい歌声がたっぷり聞ける最高のポイントじゃないですか、ソタンの皆さん。次いきますよ。ここでちょっとフレーズにこうためのような雰囲気を感じれたと思うんですけど、これはフレーズのですね、リズムパターンがための雰囲気を作ってるんですよね。こうタタ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 っていうリズム。これ3連符って言います。1、2、3、4のこの一つのカウントの中に3つずつ音が入るリズム。これを3連符って言います。この3連符が入ってくると、ためのような雰囲気だったり、なんか不思議な感じがするんですよね。もう一回聞いてみましょう。ね、タカタタカタってなってますよね。結構ラップの曲とかではこういった3連符っていうリズム使われてたりするんですけど、やっぱりメロラップの雰囲気をここで表現してんのかな。次いきますよ。わっ、一回ごめんなさい、ここで止めますね。今松村さんから京本さんのパートが終わった後に、おそらく森本さんと高知さんが歌ったと思うんですよね。でその後すぐに
田中さんとジェシーさんの声に変わったような気がするんですよね。で、今、びっくりしてちょっと止めちゃったんですけど、やっぱりパートチェンジのスピード感が上がると、曲のスピード感もこう上がってるように聞こえますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。今の歌のパートが変わった瞬間、グイってスピードが上がったような感じがしますよね。やっぱり SixTONES は歌割りのタイミングでそういったスピード感も作り上げてんじゃないかなっていうふうにね、今ね、僕思いました。なんか前々からそうなんじゃないかなとは思っていたんですけど、って言っても推測の域は出ないんですけどね、僕はね、なんかそんな感じがするな。じゃあ次、ジェシーさんと田中さんのところは聞いてみましょう。かっこいい。最後のこうなんか引っ張った感じがね、めちゃくちゃかっこいいですよね。ライブとか絶対ここでおーってなりますよね。で、二人ともね、シャウトボイスを使ってるからめちゃくちゃかっこいいんですよね。で、時間的に次が最後のサビが来るのかな。やっぱりね、SixTONESの楽曲って後半になればなるほどこうね、盛り上がってきてかっこいいなって思うんですけど、終わるのがね、すごく名残惜しくなっていくんですよね。そういった魅力がね、SixTONESの楽曲にはね、絶対にあると思うんですよ、僕は。じゃあ、聴いていきますよ。もうこのね、サビはね、フェスとかだと絶対ね、みんなこう手挙げてます。とか、こうかなとかやってますよね。今手見切れちゃいましたけど。絶対フェスで盛り上がる曲ですね。スターゲイズ。次いきますよ。なんか今自分でフェスでとか言ったんですけど、なんかもう本当にね、フェスで何十万人っていうね、お客さんが見てる中で、SixTONESが歌ってる映像が頭の中に流れてきて、今すっごい感動しちゃってます。なんかね、自分の中のイメージですごく感動しちゃってるっていうなんかね、不思議な状態なんですけど。てかそういうイメージしません？スターゲイズ。絶対野外ライブ映えする楽曲だと思うんですよね、僕。もう本当にいろんなとこで歌ってほしい。この曲。次いきますよ。そうそう、ここいいよね。ここいいですよね。すごく哀愁漂うっていうか、ちょっと物悲しいんだけど、メロディーはすごくこう美しくて、キャッチーなメロディーっていうね。僕大好き、ここ。次いきますよ。いいね。てか内容盛りだくさんじゃないですか？幻想的にこうね、ゆったり聴けるところもあり、すごくゴリゴリロックなところもあり、で、爽やかな部分もあり、で、こう哀愁漂う部分もあり、一曲の中でものすごくたくさんの情景をイメージできるポイントがありますよね。いやー、すごい曲ですね。次いきますよ。なるほどね。カットアウトでスパッと終わるわけですね。最後、できない気がしない気がしないってずっと歌ってんのかな。できない気がしない気がしない。で、気がしないがこうね、連続で来ると、どっちの意味で言ってるんだろうっていうふうに思っちゃうんですけど、多分そういう狙いですよね。できない気がしない気がしない。なのか、できない気がしないなのか、どっちの意味とも取れるっていう風な言葉遣いなんじゃないかなっていう風に思うんですけど、曲はね、スパッと終わってるのに対して歌詞はちょっとこう濁すような感じ。こういうところにもね、僕はね、美学を感じちゃったりします。なんか玄人好みっていうかね、なんかね、発想が素晴らしいですね。いやー、今回も最高すぎましたね。以上、SixTONES、スターゲイズ、歌声分析はここで終了です。いやー、毎回 SixTONES の歌の表現力には驚かされますね。個人での表現力ももちろん素晴らしいんですけど、やっぱりね、グループ単位での表現、こちらもものすごいですよね。やっぱり素晴らしいチームワークがあるからこそ、
実現できる SixTONES ならではのこの表現だと思うんですよ、僕は。本当に細かいところまで考えて歌を作り込んでるなっていうところにすごく感動しました。これからも SixTONES 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。